皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回の動画はタミヤ20ソアラの完成までをお届けいたします。早速まずはクリア塗装から。クリア塗装の工程は全部で3回。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドで、塗料はクレオスのスーパークリア3をガイアカラー薄め液で1対 1.5 に薄めて吹き付けています。塗装工程1工程目は少し遠目から塗料をボディ表面に対してふわっとのせるように吹き付け、2工程目は角部分から始め全体をまんべんなく塗装していき、2工程目と3工程目の間に2000番のペーパーヤスリで表面を整えておき、3工程目は仕上げで全体を塗料が垂れる寸前を目安に吹き付けていきます。万が一垂れてしまった場合はイソプロピルアルコールで塗装を落としやり直したり、リカバーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に塗装を行っていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく工程です。徐々にペーパーヤスリの番手を上げながら滑らかな面にしていくので、前のクリア塗装工程では逆算をし厚めに塗装をしています。取り出し工程としては3回の工程。1工程目は2000番のペーパーヤスリで水取りをしていきます。ツヤが出ているクリア塗装面のツヤを消していく感覚で水取り。2工程目、3工程目はそれぞれゴッドハンド製の紙ヤスを使い、それぞれ6000番、8000番と番手を上げつつ水取りをしていきます。表面の目安としては反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。2000番から始めマットな面が徐々にツヤが出てきたことを確認し終了です。続いて鏡面仕上げの工程です。鏡面仕上げの工程としては3つの工程となります。シーフォース製のリトルーターに筋彫り銅のバフを取り付け作業を行っています。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで1周、表面を一皮剥くといった感覚で研磨していきます。1工程目で粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできませんので、2工程目、3工程目につなぐ感覚で少しずつ傷を消しながらツヤを出していきます。2工程目はタミヤの再目で1周、3工程目はタミヤの仕上げ目で限りなく傷がなくなるよう意識しながら研磨していきます。万が一途中で角が出てしまったら慌てず残しておいたボディカラーなりでタッチアップ。バフが届きづらい奥まった箇所はタミヤの研磨クロスや綿棒などにコンパウンドをつけ磨いていきます。次にウィンドウ、クロセラと外装パーツの塗装です。まずは年代物のキットなのでウィンドウはコンパウンドをかけピカピカにしておきます。さらにウィンドウマスクシールは当然ついておりませんので自力でマスキングをしていきます。まずは R がついた箇所にサークルマスキングシールを貼り、曲線追従タイプのマステで四方を囲うようにマスク。その後全体をマスキングし塗装です。
ついでにボディサイドシールもマスクし、吹き付けを行いました。リアテールは少しこだわった箇所でクリアオレンジを吹き捨てた後、反射板部分にレッドを差し込み、さらにマスクしクリアレッドを塗装。その後中央部分のみ露出するようにマスクしクリアスモークを吹き付けました。グリル部分にはエボブラックを塗装です。続いてウィンドウモールなどのメッキモール部分に対し塗装を行っていきます。塗料はフォーアーティストマーカーのシルバーを使用。塗装の手順としては、まずモール外周にしっかり筋を入れておくことが大前提で、筋彫りの段階でこの作業を行っておきます。その筋を入れた箇所に墨入れ塗料を流し込んでいきます。ついでにボディの墨入れも行います。ボディが明るいカラーならグレー、暗いカラーならブラックを選びます。流し込んだらエナメル溶剤を染み込ませた綿棒ではみ出た部分を拭き取ります。次はメッキの表現としてフォーアーティストマーカーのシルバーを使用し、メッキ部分を塗装。最後にモール内側にはフォーアーティストマーカーのブラックを使用し、マーカーの腹部分で塗装し完了です。この年代の車の特徴でもあるメッキモールはこのように再現しています。続いてはボディ合体まで。まずはボディに対しウィンドウとルームミラーを接着していきます。接着剤はこの後すべてセメダインハイグレード模型用接着剤を使用していきます。ウィンドウを取り付けたら次はヘッドライト周り。実写の写真を見ながら作業を行っていきますが、ヘッドライトケースはシルバーで、リフレクター部分は長谷川のミラーフィニッシュを貼り付けました。こうすることによってコントラストがくっきりし、顔の印象付けができるかと思います。ブラックを塗装しておいたグリルは縁とメッシュ部分にフォーアーティストマーカーシルバーを塗装。テール裏面にはシルバーを入れ、透け防止と発色アップを。モール一体成形となっているウィンカーなどには下地としてシルバーを塗装しておきます。テールは縁をフォーアーティストマーカーシルバーで、センターのメッキは長谷川のミラーフィニッシュを細くカットしたものを貼り付けです。リアのナンバーケースも同様。ヘッドライトのクリアレンズは縁をブラックで囲い、ネジからアップ。ホイールとタイヤ類、ミラーを仕上げたらボディをシャシーに合体して仕上げに挑みます。さあいよいよ仕上げです。まずは上からということでワイパーを前後に取り付け、その後フロントはダブル構造になっているヘッドライト組み立てです。ここのヘッドライトはそのままですと合いが悪かった箇所、パート1にて加工工程を収録していますので、よろしければご覧ください。しっかり加工した甲斐もあり、バッチリパーツが収まりました。テールは取り付けた後、エンブレムデカールを貼り付けです。再販されたこのソーラーのキットでは、ここの部分がエッチングパーツになっていたので、次作るときはもっとリアルな仕上がりも見込めそうです。取り付けるパーツがホイールとリアスポイラーとミラーだけとなったら、ホイールアーチモールにフォーアーティストマーカーシルバーを入れ、ホイールを取り付けます。その後ウィンカー類にはクリアオレンジを入れ、ミラーとウィングを取り付けです。最後にモデリングワックスで軽く磨き上げ完成です。しばらく絶版となっていたタミヤの20ソアラですが、この度再販となりました。
絶版ということもあってなかなか手をつけられずにいた手持ちのキットでしたが、再販を聞いて心置きなく制作することができました。ノーマルフォルムは絶対条件で、最近ハマっていたドアのパカパカはピラーが細すぎるのでこのキットでは断念。その代わりエンジン付きのキットなので 3D を活用しディティールアップを試みました。その様子はパート2にて収録済みですのでぜひご覧ください。このソアラの最大の攻略ポイントとして挙げられるのがヘッドライト。小さい頃何度か作ったことがあり、ヘッドライトがいつもうまくいかずまともに完成した記憶がないほどでしたが、しっかり構造を把握し加工する技術さえあれば極上のソアラが出来上がると確信できました。なんといってもこのソアラが持つ色気と醸し出す雰囲気に気づけたのは一番の収穫かもしれません。ノーマルでこれだけ色気がありますので、再販されたソアラは別グレードで作ってみようかなと考えております。当時 Z より速かった高級スポーツカーである2代目ソアラ、ここに完成です。それではごゆっくりご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。